はいどうも、車課長はワンサクチューブです。今回は三菱の話題のピックアップトラックトライトン、こちらに試乗させていただきました。すでにね、内外装編お届けしていますので、下の概要欄からリンク見ていただければと思うんですが、内外装もこれまたすごいんですよ。で、今回は試乗ドライブフィール編ということで、試乗車はこちら GSR というね、上位グレードですね。こちらに試乗させていただきます。取材に協力していただいているのは東日本三菱自動車販売大宮店さんですね。私もアウトランダーデイリーカミに買っているお店です。ここでワンサクチューブを見たというと、いろいろ頑張ってくれるかもしれません。それでは早速エンジンかけてみましょう。ポチ。2.4 リッターのディーゼルターボエンジンと4駆が組み合わされていると。で、車両本体価格は540万1000円となっています。すでに内外装編はね、お届けしていると思いますんで、そちらも見ていただければと思いますが、エンジン始動した感じではですね、ブルンとちょっと横揺れはありますけど、かかってしまえば車内は結構静かですね。はい。それではシフトを D レンジに入れて、サイドブレーキを下ろして走り始めます。行ってきます。でも走ると、ガラ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 っていう、ディーゼルなりの音はしますね。でも、乗りにくさみたいなものはないですね。なんか、ピックアップトラックって実は私初めて乗るんですけど、もっとなんか、ふんわりゆらゆらっていう感じかと思ったら、意外と、そんなに乗用車感覚から離れている感じもしないですね。もちろん視線は、めちゃくちゃ高いところにあるんですけど、でもランクルとかと比べても、ちょい高いかもなっていうぐらいで、結構見晴らしはいいから気分は良いですね。こちらはすべて4駆となっています。やっぱ本格的に悪路を走るためにですね、ラダーフレームの、ボディとなっていますので、その辺はね、ちょっと、車高が高くてですね、ゆらゆらするような感じはあるけども、ステアとかは結構骨太っていうかダルな感じはしてないです。意外と乗用車感覚でいけますね。ただですね、ちょっと今一つ気になったのは、ヘッドレストが後部座席のヘッドレスト固定式なんですよ。で、車高も高いんで、後方視界は割と、ちょっと悪いかなっていう感じはあります。だからこれもデジタルインナーミラーとかが本当はあれば良いのになと思いますけど、結構 A ピラーが立ってるんで、意外と室内はタイトな感じはありますね。でパドルとかはないですね。こちらは6速 AT が組み合わされているということで、アイドリングストップもするんだ。結構止まり間際は、横揺れがこういう感じであってですね。若干ブルンという感じはあるんですけど、でもちゃんとアイドリングストップはついてると。ただ、サイドブレーキとなっていますので、電動パーキングブレーキのオートブレーキホールドみたいなものはありませんので、ずっとブレーキを踏み続ける必要はありますけど、昔の車はこれ当たり前でしたからね。でも止まっていれば結構静かですね。だから遮音とかは、周りの外音とか結構うまく抑えられてますね。結構アイドリングストップからの復帰のセルの回る音は、キャシャシャシャドルンっていう感じで、マイルドハイブリッドとかついてませんので、セルが回ってからエンジンが、かかって走り始めるという感じなので、若干のラグはありますけども、そういうところも含めて、こういうピックアップトラックを乗るというキャラクターに合ってるんじゃないかなと思います。これがやっぱ他にもうライバルはハイラックスぐらいしかいないわけで、ハイラックスとかから比べると内外装の質感良かったりとか、あとはこういうナビとか、こういうね、伝送系とかの最新のものになってるんで、不満はなさそうかなと。特にこのナビに関しては、アウトランダーとか、もっと言ったらオーラとかと同じ、9インチのものがついてるんで、もう使い勝手は折り紙付きと。で、メーターに関しても、地図表示はやっぱりできないそうなんですけども、情報量としては結構豊富に、なってますんで、この辺は、アウトランダーの、ちょっと、地図が表示できないぐらいと思ってもらえればと思いますんで、アナログ二眼のメーターが常設されてますんで、その辺はね、こういうタフギアのキャラクターに合ってるんじゃないかなと思います。で、エンジンというかですね、タコメーターの、レッドゾーンは4000回転からということで、まさにディーゼルなりの低回転側に、トルクを振った、パワートレインとなっているということです。で、エンジンのスペックはこう下に表示しておきたいと思いますが、
で、乗り心地はですね、今結構荒れてる、このバイパスの道走ってますけど、乗り心地はいいです。うん。いい。んで、ピッチングとかするようなこともないですかね。ちょっと、隣にパトカーいるんで、あまりちょっと踏めないですけど、ちょっと発進加速はちょっと力強めにやっていきたいと思います。で、ドライブモードセレクトもありますが、スポーツモードとかではなくて、グラベルとスノーとノーマルとなっていますので、本当に悪路を脱出するための、ドライブモードと、あとはね、このローギアとかのね、ダイヤルが用意されていると。ちょっと踏んでみましょう。はい。まあ、回転フィールとしては、意外とディーゼルだけどそんなにうるさくないという感じで、エンジンルームからの遮音性は結構、効いてて良いですね。で、ステアフィールよし、乗り心地よしということで、なんか、そんなに乗用車と、違うという感じはなく、普通に乗れてますね。乗り心地も良いし、今、加速したけど、ピッチングするっていうような感じもなかったし、だから本当に骨太な、感じになってますね。で、荒れてる舗装路でも、ザラつき、ビリビリブルブルというような不快な、微振動とか、そういうビビリ音とかも今のところ発生させてないですし、やっぱね、タイヤの肉厚があるんで、そういうところのね、不快な、ノイズとかね、微振動とかはシャットアウトされるような、乗り心地になってます。意外と良いですね。これ、クルーズコントロールはついている感じですかね。はい、で、レーンキープみたいなものっていうのはついてるんですか？ついてないですね。あ、なるほど。はみ出し抑制だけって感じですかね。その辺がちょっと、まあ、あれって感じですかね。その運転支援に関しては、まあ、レーンキープコントロールのような、まあ、同一車線内の中央を維持して走るような、運転支援は、まあ、ついていないということで、まあ、そういうのを求めるんだったら、まあ、他の車、それこそアウトランダーとか買ってくださいということだと思いますが、まあ、ライバルの、確か、ハイラックスとかもその辺も確かついてなかったような気もするんで、まあこういうピックアップトラックにそれはあんまり求めないでくださいということですね。で今、市街地を走っているような感じですが、エンジンの回転数も2000回転以下で、市街地走行は全然回れてしまうという感じですね。ただ、低速域で低いギアで走っていると、やはりこうガラガラガラっていうのと、まあ、ステアリングに伝わってくる、トランスミッションからの、振動っていうのは感じる部分ですね。あとやっぱボディはやっぱでかいので、内輪差とかにはちょっと注意した方がいいかもしれないですね。まあ、ただこちらの、GSR ではですね、ボディサイズはほんと1930とかなんですけど、それはオーバーフェンダーの分が広がっているだけで、まあ、タイヤの位置自体は、ハイグレードの、GLS と同じということなんで、まあ、フェンダーの部分の膨らみの部分だけ、まあ、気をつけてくださいということですね。まあ、でもやっぱこれは、まあ、スタイリングと荷室の、こう、なんか使い勝手で、選ぶ車だと思いますんで、まあ、どちらかというと、まあ、スタイリングで選ばれていく。まあ、こういうピックアップトラックがいいんだよ。でも、アメ車は本当にでかすぎるし、使い勝手も、あとそういう装備面でも、やっぱちょっと微妙なところがあるから、やっぱ国産の、こういういかついピックアップトラックが欲しいんだよって人には、本当に選択肢がハイラックスかこのトライトンかという二択になってますんで、そのうち新しくて、まあ内装の質感も結構良いトライトンっていうのが、まあ望まれていたっていうのもなんとなくわかるかなという気がしますね。で、やっぱ四駆といえば三菱みたいなところもありますから、まあそういうところのね、悪路走破性能みたいなのは、まあかなり気合を入れて作られているし、実際にラダーフレームで、作られているという、まあ、質実剛健な車となっていると思いますんで、まあ、気になっている方はね、ハイラックスだけじゃなくてトライトンも選択肢に入れて、まあ、市場で、比べられると良いんじゃないかなと思います。おそらく、三菱の車って、車種によってはリセールがめちゃくちゃいいという傾向にありますんで、例えばデリカ D5 とか、あのあたりとかはもう全然値が下がんないんですよ。だからトライトンもおそらくそういった感じの車になるんじゃないかなと思われるので、予想ですけどね。だからまあハイラックスは確かにリセールめちゃくちゃいいんですけど、まあトライトンもそんなに悪くないんじゃないかなと予想されますんで、でね、車両本体価格はまあそこそこ高いですけども、まあオプションがほぼ
ほぼっていうか、メーカーオプションないというような感じになっていて、もうナビから何から全部ついた状態となっているので、まあ、見積もりもね、もらってきていますので、下の概要欄に、リンク貼っておきたいと思いますけども、まあ、込み込みは車両本体価格からそんなに遠いわけではないという価格になってますので、まあ、気になっている方はね、ちょっとチェックしていただければと思います。あとは、4駆性能においても、まあ、結構ハイラックスよりも、いいものがおごられているということで、4駆も7段階で選べるということで、アウトランダーと同じようなぐらい豊富な、4駆の機能がいろいろついているということなんで、その辺も、まあ、ハイラックス以上のものがついていると言っていいと思います。こっちの方がでかいですよね、でもね、確か。サイズがですね、気持ち近いですね。数センチの差なんですけど。あ、そうなんだ。じゃあ同じぐらいですね。全く同じです。幅も同じぐらいですか？幅が、実際この車3センチ。結構でかいですよね、こっちの方が。まあでもそんなに変わるっていうことでもないから。本当にライバル的な感じで、同じような感じで作られてるんですね。まあ、価格はじゃあハイラックスの方がちょっと安いですよね。100万以上安いですね。あ、そうなんですね。はい、なるほど。ドライブモードですね。アウトランダーの後のマットっていう部分がそのまんま入ってるので、どっちかというとこれをアウトランダー有用したと。あ、そういう感じなんですね。キャノピー60万とかでしたっけ？80 万。なるほど。実際とこれ700万ぐらいになっちゃうんですよ。うおランクル変えちゃいますね。変えます。本当にだから好き者が選ぶみたいな。いや、そうだと思います。問い合わせるのと千葉ですとか。海の近くとかそういうことですね。はい、茨城とか。そうですね。はい、千葉とか。群馬と千葉とか。神奈川の大磯のあたりとかそういうことですよね。込み込み560ぐらいですか？そうですね。540だから570ぐらいですね。なるほど。確かに残価の動くの設定も通常設定が高いので間違いなく値段はつくと思うんですけど。残価はやっぱいいんですね。やっぱりいいです。やっぱりデリカと比べてもやっぱり桁違いに差が出ます。デリカよりも残価はいいんですね。やっぱり1年がだめなんですけど、2年3年とか5年とはこっちの方が圧倒的に。それは結構じゃあいいですね。はい、まあそういう残クレとかで買う場合は、まあ車両本体価格はこちらのトライトンかなりお高いんですけど、まあ、月々の支払いとか残価率がいいので、まあ、そういうところでは結構じゃあその月々は意外と安く買えてしまうというところですかね。そういうところもあるそうなんで、まあ、気になっている方はね、お近くの、三菱のお店で見積もり、そして残クレでちょっとね、3年5年とかで組んでもらうと、月々こんなもんなのかっていうのもね、分かっていただけると思うんで、参考にしていただければと思います。下手するとハイラックスとかあたりの月々の支払いよりも安く済むかもしれないということなんで、その辺の残価率の高さみたいなところも考慮して、車のね、選択されてみると良いんじゃないかと。だから相密取ってね、比較してみるといいかもしれないですね。ハイラックスあたりとね。ということで試乗も終了、ありがとうございました。いや、トライトン意外とまともというか、意外と乗用車感覚で乗れるんだなと。サイズはでかいですけどね。だから、アイドリングストップからの復帰とか、停止間際とか、ちょっとした、やっぱ横揺れブルーンというのはあるんですけど、それもキャラのうちという感じもしますんで、この見た目が良ければ、新しい、ピックアップトラックを選ぶんであれば、安全装備とかね、運転支援とかもついている、トライトンっていうのはね、意外とマルチユースに使えるんじゃないかなと思いました。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買いチューブはワンサクチューブ。次回もお楽しみに。